できればですね、お客様自身も気づいていないことを発見したいなと。気をつけてほしいのは、分かりましたってすぐ解決にいかないことですよね。これだったら別に僕からしたら営業いるかなって話なんですよ。そうですね。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは、14歳から働き、21歳で起業、現在までに300億円以上売り上げた経験で培った組織づくり、育成術などをお話ししています。興味のある方だけ見ていただけると嬉しいです。本日もよろしくお願いいたします。お願いします。本日は前回の続編ということで、前回信頼関係の構築についてですね、教えていただきましたが、今回が営業ステップ ② ということで、ニーズ・ウォンツ。これちょっと僕も初めて聞く言葉なんですけど、具体的に教えていただけますでしょうか。はい。ニーズとウォンツですけども、はい。ニーズはですね、やっぱ必要性ですよね。何に困っているのか、必要としているのかですよね。はい。現状のその問題とか課題とか、そういうことを掘ると。wants っていうのはまあ欲求欲しいみたいな感じなんで、何が欲しいのか、はい。どんな未来に望んでるのか、こうなったらいいよねとか、理想の姿、こんな定義ですよね。はい。で、ここのパートでのゴールというか、ポイントは、はい。ニーズの深掘りをして、できればですね、お客様自身も気づいていないことを発見したいなと。また、wants を話すことによって、お客様自身がこのサービスを使う価値があることっていうのに気づいてもらう。気づかせてもらう。みたいなことがやりたいことですね。はい。なるほど。で、ニーズ喚起、要はそもそもその、インバウンドかアウトバウンドかによりますけど、そもそもインバウンドであれば、ニーズがそもそもあって、例えばうちもそうなんですけど、引っ越しをしよう。引っ越し業者に頼もう。じゃあどこに頼むか。みたいなニーズからお客様の問い合わせをしてくるわけでもニーズ発生してます。なんですけど、そのニーズの細かいところ、どんな引っ越し業者選んだらいいんだっていう、こういうところをウォンツアップしていくのがいいんですよね。仮にアウトバウンドだったらニーズを発見したり、ニーズを作るとこから始めたりするので、スタートは違えど、ニーズは必ずないとお客様は買わないんで、だって必要性がないから。確かに。なんで必要性をちゃんと理解してもらうと。把握してもらうということですね。で、ニーズに関しては、例えば、うちの会社だとお客様にこう言われるんですよね。引っ越し業者を探してます。見積もりしてください。最初はお客様にこう言うんですよ。安いところ探します。安くやりたいからと。この時のニーズって、引っ越し会社に頼まないといけないから、その中で安くする。wants っていうのが安く引っ越すみたいな感じですよね。気をつけてほしいのは、分かりましたってすぐ解決にいかないことですよね。なるほど。お客様のニーズは引っ越し業者に頼まなければならない。wants は安く引っ越したい。だから安い引っ越し会社を探している。これがニーズと wants ですよね。ほとんどの人はこれをそのまま鵜呑みにして、じゃあ安くします。頑張りますって言ってやっていくわけですけど、これだったら別に僕からしたら営業いるかなって話なんですよ。そうですね。これが本当にその通りだなってなったら、世の中に付加価値があるものいらなくなるんですよね。車だって別に車という機能を満たしてればそれでいいんでしょってなったら高い車とかいらないですよね。だからお客様とか相手が言うニーズとかウォンツを鵜呑みにするなということですね。あくまでもその時点でお客様がそう言ってるっていうだけですよね。最終的な制約率みたいな話はニーズの深掘りどれだけできるかを質取るような問題みたいな話になりますけど、結構アップしますよ。アップしますか？ニーズ深掘りじゃあどうやっていくかって話なんですけど、やっぱうまくお客様から引き出すためにそういう問いかけを重ねることですよね。問いかけを重ねる。理想の状態としては気づかなかった問題を問題として意識させることが重要ですね。深掘りって言ってますけど、イメージで言うとそのお客様のニーズウォンツを追求していくと、危険ですよ、危ないですよ、大丈夫ですかを想像させる感じですかね。なるほど。
そうすると、ニーズが先ほど言ったように引っ越し業者を見つけなきゃいけない。で、ウォンツーですけど、安いところ探してますっていうのを、本当に安いだけのところに頼んだ時に、こういうリスクありますよ。大丈夫ですか？みたいな感じを想像させる感じがいいんですけど。それをやり続けて、結局、私が欲しかったのは、こういうことだっていう風に、理想の状態を作っていく感じですよね。お客様は最初、自分の考えでどこも一緒でしょと。運ぶだけだから、安いところがいいに決まってるじゃんと。引っ越し会社プロなんだからどこでもちゃんとやってくるのは当たり前でしょ。こんな感じから入ってくるんですよ。確かに。でも、いろいろ話してるうちに、とにかく安く物を運ぶことだけが欲しいことですかと。本来そうじゃないですよね。もっとニーズ深掘っていくとありませんかと。例えば分かりやすいすごい例で質問すると、例えばじゃあ仮にお客様に引っ越し代金5万円だとしましょうと。でも、スタッフどんな人が来るか分からないし、なんか SNS 見たら評判が悪いし、言い方悪いけど、保証もちゃんとしてるか分からないし、すごい不安。で、結果終わってみたら、想像してなかった荷物が壊れたりとか、感じの悪い人が来たとかって言って新生活を始めるのと、例えばじゃあ6万円払っていい人が来てくれて SNS の評判もいいし何事も問題が起こらず他に起こったとしてもそんなにねネガティブなものではなくて新生活気持ちよく始められる、もしこっちの A、B この2択だとしたらどっちがいいですかと聞くと人の価値観にもよりますけどそれだったら6万円払ってもそっちの方がいいかもしれないみたいなこんな人もたくさんいるわけですね、じゃあごめんなさいお客様ニーズってただ安く引っ越しするだけじゃないですよねと、やっぱりちゃんと引っ越した後の新生活をイメージして気持ちよく始めるだってね新しい家で新しい生活始めるんだから気持ちよく始めたいんですよねと、だからお客様のニーズって安いだけじゃないですよねと、確かにそうだねと安くてもやっぱ安かろう悪かろうだったら自分が本当に果たしたいこととか理想の状態考えるとそれはダメだねってなったりするわけですよね。引っ越した後にどういう風な感情になったらどういう風な状態だったら定量的にも定性的にも理想ですか、端的にもうすごい直球で言ってますけど、こういうのを質問の中でちゃんと考えてもらうようにしていくわけですよね。なるほど。そうすると結論安いだけじゃないと、言うならばじゃあコスパですかねみたいな話とかになってくるんですよ。コストとパフォーマンスですよね。もちろん両方大事ですよねと。で、じゃあコスパが一番いいって言ったら、みたいな感じになってくるんですけど、ニーズを深掘るときにポイントがあって、僕はね、やっぱ会社では相手の立場に立ちなさいって言ってるわけですよね。なんでかっていうと、大事なことって感情理解力、観察力とか、お客様の背景を想像して、背景っていうのはすごい極端な話その人の人となりとかの背景をなるべく読み取って、とかその人がなぜ引っ越しなきゃいけないかとかっていう背景これをとにかく深掘ると自分の中でもやるとお客様がなぜそう言ってるかっていう感情を理解する力につながるわけですよ。なるほど。もう一つは感情移入力を高めてほしいんですよね。感情移入してほしいんですよお客様に。これができないと相手の立場に立つどころかお客様のためだっていう勝手な自分の主観で動くんですよね。なるほど。で、いかに感情移入できるかどうかっていうのはやっぱり知識経験と洞察力が大事なんですよ。だから会社でそう言ってるのは相手の立場に立つ力を鍛えてくださいと、相手のためと立場は違いますよ、ためっていうとやっぱ自分主観なんですよ、自分がこの人のためになると思ってる。要は自分の価値観考え方で相手のためだって考えちゃうんですよ。それは良くないから必死で相手の立場に立つんだと。自分が相手だったらと、そういうふうにやっぱ考えるのはポイントですよって言ってますよね、そうするとお客様の痛みとかボトルネックとか自分ごとになってくるんですね。なるほど。そういうふうにやっぱり感じさせるようにして自分も話さないと、お客様からしてもなんか方向ずれていっちゃう感じがしますよね。しっかりとお客様が本当はこのニーズなんだっていうのを見えてくるまで、でもっと言うと確信できるぐらいまで掘り下げなきゃいけないんですよね。ここでいきなり振り返りますけど、信頼関係っていうのはやっぱある前提で言えたり、話してくれたりとかするので、それが前提ですってことですよね。必ずやっぱニーズを掘ってから
wants、要は欲しいものに持っていかないと、欲しいものを先に言っちゃうと、リアリティがないというか、正直あんまり興味関心がやっぱり薄いというか、あと必ずその中で嘘は言っちゃいけないんですよ。嘘は NG、信用を失いますから、全部ゼロになる。倫理的な問題もありますし。ニーズの時の、ポイントもう一つは、そのリスク発生から、万が一から、お客様を救いたいですよね。あとはあんまり押しすぎないで、やっぱ引き出すことが大事なんで。なんか問いかけは結構大事ですよね。なるほど。なんで具体的なテクニックになっちゃいますけど、テクニックとしては、ペルソナの設定が大事なんですよね。だからやっぱり先ほども言ったように、顧客の背景、感情を想定して、仮説を立てて、でそれを答え合わせをしていくのもこのプロセスの中で入るんですよね。なるほど。さっき言った通り、その引き出したいんで、ニーズがこれだよねって認められるような質問、何を重視していますかとか、これとこれだったらどっちの方が優先しますとか、選択肢を提示して認識してもらうというか。なるほど。例題ですけど、本人が気づいてない場合とかは、他の事例、僕のお客様で前こんなお客様がいらっしゃいまして、こんなことになったんですよ。それは嫌よね。とか、そういう共感的な感じですよね。で、あと、最後にやっぱりこれは嫌ですよね、みたいな。これはいいですよね、これは嫌ですよねって言って、それは絶対嫌だみたいな。はっきり言ってもらうのが結構大事だったりしますね。そういうところまで行ってから、オンツアップ。言い方が散々落とした後に、でも欲しいものを見せていく。テクニックですね。うちでならうちで引っ越した時に、新生活どうやって始まるかというのを、できれば五感がいいんですけどね。イメージさせるわけですね。なるべくリアルに。で、なんでこの商品がいいのか必要なのかっていうところに焦点を当てながら、うまくいった理想の姿とか、良かったよねっていうイメージを持ってもらうと。で、お客様が、それいいねとか、ワクワクするとか、もうそうしようみたいな状態に導いていくとですね。で、もう一個ニーズが本当にどれなのかとかって言っていくときに、緊急度、重要度とかっていう、マトリックス的に考えて、何が本当のニーズなのかって、質疑応答しながら設定していくのも大事だし、あと、こちら側でやっぱりちゃんと確認しておかなければいけないのが、どんな言葉を使うとか、意外とこれもノンバーバルなところ、表情とか、声の大きさ、トーンとか、ジェスチャーが入ったりとか、そういうところもちゃんと見逃さずに、本当にこう思ってるんだなとか、これが嫌なんだなとか、こうしたいんだなとかっていうのはちゃんと確認していくっていうことをするってことですね。なるほど。なんでちょっと振り返ると、とにかくニーズから掘ってくださいね。ニーズから掘って、相手からそれは嫌だみたいな、こうなりたくないみたいなのを言ってもらって、決まってから、wants、アップ、いい未来を見せるということをやらないといけないと。なるほど。表面上のニーズ聞きました。それだけを本当にニーズとして解決しに行くと、こんなリスクがありますよ。最悪こうなりますよ。これもちょっとあんまり言い方気をつけなきゃいけないですけどね。他者を非難するとか、あんまりそれやると逆効果になっちゃうんで。ただリスクの説明をしていきながら、じゃあそれは気にしなきゃいけないよね。これも考えなきゃいけないのか。早くその後どうしよう。うわ、やだ。みたいな。先ほど言った通り、最後に、それは嫌だとか、そうなりたくないとか、じゃあこれだけは避けたいとか、決まってから、じゃあこうするとこうなりますよ。こうすればいいですよ。こうすれば理想の状態に近づきますよ。みたいな、下げてあげるみたいなね。そういうことをやっていくってだけですね。なるほど。全部ひっくるめてのポイントとして、先ほども言ったんですけど、相手の立場に立つ力を鍛えてくださいと。一つは、先ほども言った通り、相手のためって自分が思うことと、相手の立場に立つっていうことは結構違いがありますと。それの一歩目は、ちゃんと相手へ興味を持ってください。興味を持つ。相手への興味がなければ、感情理解力も感情移入もできません。感情理解力っていうのは、僕からすると観察力とか背景を確認する力だと。感情移入力っていうのは、やっぱり知識、経験を鍛えて、洞察力を高めることだと。それができた上でテクニックとしては、ミラーリングとかペーシングとか、
先ほど言ったペルソナ設定とか、うんうんそういうことをやっていくわけですけど、はい結局その興味があってちゃんと感情がある上でテクニック使わないと、テクニックだけで行こうとしたら極論はね良くないですよね。確かに。それも踏まえて最後に言いたいのは、はい。やっぱりスキルってそもそもスキルだけじゃ成り立たなくて、うん。僕がいつも言う基礎うん。みたいな話はお客様に対する感情とか思考姿勢なわけですよね。性別が違う、年齢が離れている、性格のタイプが真逆だとか、どんなお客様であってもちゃんとそのお客様に興味を持って、その立場に立って相手になりきるっていうことで真のニーズとかにたどり着くことが可能になると思うんですよね。一番はお客様に対して喜んでもらいたいとか貢献したいとか感情思考姿勢が大事ですよ。それがないとこのスキルは役に立たないから気をつけてねと。なるほど。はい。はい。ありがとうございました。ということで、ニーズウォンツについて、はい。今日は深掘っていただきました。はい。今日はこれで以上となります。最後まで見ちゃった方、少しでも気づきがあった方、学びがあった方が言ってくれたら嬉しいです。ありがとうございました。